皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。本日は日本の電車についてお話ししたいと思います。皆さんは日本の電車乗ったことありますか？日本の電車はとっても便利なんですけど、ちょっと不思議なルールとか文化があります。このエピソードでは日本の電車の特徴とかルールについてお話ししていこうと思います。まず、皆さんご存知かもしれないんですけど、日本の電車は混んでいます。場所とか時間にもよりますけど、混んでいることが多いです。私は小さい時から電車に乗りまくってきたので、特技がありまして、何かっていうと、もうすぐ降りそうな人の前に立つっていう特技です。例えば、駅に着くたびに駅名を確認している人。こういう人はすぐ降りるので、その人の前に立ちます。もうすぐ会社のオフィスがたくさんある駅に着くってなったら、サラリーマンの前に立ちます。あと学生はすごくわかりやすいですね。制服を着ている場合は、どこの学校かわかるので、学校のある駅で絶対降りるってわかります。予想が当たって前の人が降りたとしても、横から入ってきて席座っちゃう人とかいるので、最後まで油断は禁物です。電車の座席争いは過酷ですよ。まあ、絶対座れるってわけではないですけど、座れる確率は上がっているって思ってます。もし日本に住んでる方で、自分の前の人だけ降りないなぁと思ったら試してみてください。さて話が逸れてしまいましたが、次は時間についてです。日本の電車はめちゃくちゃ時間に正確です。本当に時間通りに来ます。当然遅れる時もありますけど、1分でも遅れるときはアナウンスがあります。あと遅延証明書っていうのがあって、電車が遅れたときに何分遅れましたよっていうのを証明する紙を鉄道会社が配ってくれます。多分5分以上かな？遅れたら証明書出してくれると思います。社会人になってからは提出求められることはないんですけど、高校生の時とかは、ちゃんともらいに行って、電車のせいで遅れましたっていうのを学校に提出していました。遅延証明書を出すと遅刻にならないんですよ。私は結構、ギリギリに学校に行くタイプだったので、ちょっとでも電車が遅れると、チャイムに間に合わなくなってしまって、よく証明書もらっていました。あと珍しいのは女性専用車両ですかね。朝のラッシュの時とか夜の時間帯に女性だけしか乗れない車両ができることがあります。子供と障害のある方も乗ることができます。日本は痴漢が多いですから、その予防として作られました。でもこれ、男女差別だっていう意見もあります。男性も痴漢の冤罪やってないのにやったって言われることを防ぎたいから、男性車両も作ってほしいっていう意見ですね。確かに男性からしたらそれはありがたいかもしれないですよね。痴漢の冤罪って証明しにくいみたいなので。
もし電車に乗って、あれ？女の人しかいないなってなったら、それは女性専用車両かもしれません。男性の皆さんは気をつけてください。あと、弱冷房車っていうのもありますね。これは他の車両よりも冷房の効きを弱くしている車両です。電車って乗った時は涼しくていいんですけど、ずっと乗ってると寒くなってくるんですよね。私は結構お世話になっています。いいですよね。省エネにもなりますし。はい。あと、発車のメロディーも結構面白いなと、個人的に思います。電車が発車するときって何かしらの音が鳴るじゃないですか。ベルとか。でもその土地に合わせたメロディーが流れる駅があります。例えば、恵比寿駅は、恵比寿ビールっていうビールが有名なので、恵比寿ビールの CM の歌が流れます。あとは、アニメドラえもんの作者、藤子 F 不二雄のミュージアムがある駅では、ドラえもんの歌が流れます。面白いですよね。でも人手不足でこのメロディーがなくなる駅もあるみたいです。悲しいですね。あとこれは日本のマナーのエピソードでもお話ししたんですけど、電車の中では静かにしないといけません。友達と一緒に乗ってる時とか、喋ってもいいんですけど、大声で話すと迷惑になります。電話をするのもマナー違反です。あとマナー的なところで言うと、何か食べ物を食べたり、お化粧をしたりっていうのもあまり良くないですね。飴とかガムだったら食べてもいいとか、お化粧もリップぐらいだったら塗ってもいいんじゃないかとか、いやいや全部ダメだよとか、いろんな意見があります。そう、これは人によって意見が分かれるんですけど、まあ、やらない方がベターですね。あと、優先席っていうのがあります。これは、高齢者とか、障害を持っている方、妊婦さんとかが優先して座ることができる席です。これは対象外の人が座ったからといってルール違反というわけではありません。だから座ってもいいんですけど、もし優先した方がいいなっていう人が乗ってきたら席を譲るようにしましょう。私はなんとなく落ち着かないので最初から座らないようにしてます。ということで本日は日本の電車についてお話ししました。本当にルール多いですよね。でも日本に来たら大体乗ることになると思うので、今回お話ししたルールを覚えておいていただければと思います。もうすぐ降りそうな人の見分け方とか覚えなくていいですけど、マナーとかは気をつけていただけると嬉しいです。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。